さんこんにちは。台湾2日目の朝です。これからレッドラインの電車に乗って私が一番美味しいと思ってるルーローハンを食べに行こうと思います。朝の台北駅は通勤の人でごった返しています。総連駅に到着。駅の出口から30秒くらいで大好きな公務園に着きます。一番お気に入りの席が空いていました。店主が調理している様子やお客さんとのやりとりとおかずが見える特等席です。まずは青菜のニンニク炒めと煮卵にルーローハンの大サイズです。おかずは指差しで注文ができます。店主は英語が話せますので中国語が話せなくても大丈夫です。それではいただきます。ルーローハンの大サイズです。小さいサイズだと足りないので大にしました。隣の男の人笑っていました。おいしい。日本人が苦手な八角臭はあまりしません。ちなみに私八角臭好きです。パンデミックの3年間の間に台湾が恋しすぎて八角克服しました。こちらの茶色の鍋から一品追加注文しました。多分豚肉です。固めの角煮のような感じです。ビールに合う一品です。ビールないけど朝から大満足でした。すぐ近くの総連朝市をパトロールしましょう。台湾は朝から活気があり、旅行者の私もつられて元気になります。改めて思うんですけれども、台湾の方は生き生きしていてとてもパワフルで、この朝市に来ると台湾に来たんだなと実感します。この朝市で昨日の飛行機で隣の席の人とばったり会いました。そういうこと結構あります。洋服屋さんの隣にお肉屋さん、こういうカオスが大好きです。帽子屋さんにブラジャー屋さん。朝市ってブラジャーを試着できるのでしょうか？謎です。一人旅を成功させるコツは何でもチャレンジすることです。旅は人生と同じだと思うのですが、面白がって一歩踏み出してチャレンジすると世界が広がります。チャレンジしたことで自分の血肉になり、自信がついたことでまた次のチャレンジができて、ぐっと旅が面白いものになります。大変な人だかりができていました。呪物を発見。それではティーホア島まで歩いていきましょう。信号を慎重に渡っているワンちゃんを発見。心配で渡りきるまで見届けます。無事に渡りきったところで私の膝に鼻をちょんとつけたので、ありがとうと言っている気がしました。ディーファーチェに到着しました。カラフルなお菓子がいっぱい。いつも購入するフルーツティーのお店にやってきました。1袋40元で10個買うと1袋おまけしてくれます。お店の方も大変親切。春節の飾り付けなのでしょうか。とても可愛いです。これからデザートを食べようと思います。小さいお店なので席が空いていたらラッキー。すぐ座りましょう。今回は冬季限定のあったかい杏仁茶と揚げパンを注文しました。相変わらず
お店のお兄さんは塩対応。それではいただきます。信じられないくらい熱かったです。揚げパンは長いのを半分にカットしてもらいました。熱々の杏仁茶につけていただきます。杏仁茶はほんのり甘く、カリカリの揚げパンを杏仁茶につけることでプルプルに変わります。大変美味しいです。こちらのお店は何を食べても美味しいです。ティーフォアジェでお手洗いに行きたくなったら、こちらの茶色い建物の永楽市場にお手洗いがあります。近くにある青木ゆかさんのお店ニーハオウォーハオにやってきました。こちらのお店はラッキーランド台湾で当たったイージーカードが使えますので、こちらでお土産を買います。青木ゆかさんがセレクトしたセンスの良いお菓子や雑貨が置いているので大変おすすめです。気づくとお店の中は日本人だらけになっていました。プラプラウィンドウショッピングをしながら北上します。あら、かわい子ちゃんを発見。猫。こちらの雑貨店でかわいい新しい絵の紙袋があるか調査をします。これは持ってる。これはいらない。見ましたが目新しいものはありませんでした。そして大好きなアンティークショップにやってきました。台湾の古いものがたくさん置いていて、宝探しがとっても楽しいです。今日のランチをこのガジュマルの木の下の青空レストランで撮りたかったのですが、満席で諦めます。少し歩きますが、行ってみたかった店がありますので、そちらに向かいます。私としたことが大変失敗しました。今の時間帯が昼真っ盛りで、どこも大変混んでます。少し外で待っていたら席が空き、優しいお店の方が案内してくださいました。お店の中は台湾の方たちで大変混んでます。野菜が不足気味なので茹で野菜。そして来ました熱々の小籠包。では整えまして、いただきます。小籠包が90元と野菜が40元、お茶はサービスです。あれ皮がくっついちゃった。まずは肉汁からいただきましょう。肉汁はタッポタポです。お次は野菜をいただきます。ちょっと何の野菜かわかりません。上にかかっていたソースが苦手な味でした。小籠包の皮は厚め、ネギの風味がメインの大変美味しい小籠包でした。食事が終わったら他の人に倣ってセルフで片付けをします。ちゃんと地元の人と同じような行動を心がけます。お店の方が後
ことは片付けてくださいました。こちらの小籠包屋さん、日本語メニューもあり、お店のお兄さんが大変親切でした。おすすめです。定食のようなものもあり、かなりメニューも豊富でした。今度はそちらもいただいてみたいと思います。それでは次に行きましょう。先ほどの小籠包屋さんから30秒ぐらいで到着、ザンドンゴンファンというドファ屋さんに来ました。本当は季節限定メニューの温かいごま豆腐にしたかったのですが、今日が26度の夏日だったため、いろいろ悩んでお店のお兄さんと相談して冷たいごま豆乳豆腐にしました。それではいただきます。トッピングはピーナッツにしました。70元です。これはうますぎる。美味しさの感動をお店のお兄さんに伝えます。お昼を食べたばっかりでしたが、丼豆腐をペロッと食べちゃいました。大感動レベルのお店でした。ごちそうさまです。近くの市場をちょっとパトロールして、荷物が重たくなったので一旦ホテルに帰ります。エレベーターの謎の回数ダブル表示、一体どっちなんだ。ホテルに帰ってきました。カフェカプセルがガチャガチャで楽しい。美味しいコーヒーが無料で飲めるのはすごく嬉しい。お部屋でしばし休憩します。一日で大きくなったみたいです。そして旅日記をつけます。最近忘れっぽくて困ったもんです。これからバスで夜市に向かおうと思います。ホテルの向かいにバス停があり、大変便利です。やっと来ました。20分ぐらい待ちました。奥に入ってと言われていると思います。多分奥に入ります。なかなか年季の入ったバスです。着いた模様です。みんなここで降りるので多分合っていると思います。南紀町夜市にある来来水餃子に来ました。オープンの時間に合わせて着きました。一人旅を成功させるコツは、店を伺ってはいけません。席が空いていたら一目散に入りましょう。躊躇するともっと入りづらくなります。こんにちは。はい。英語が話せる方がいてスムーズに注文ができました。入る時が一番緊張します。今内心ドキドキです。ビールを探しに来たのですが、このお店にはなさそうです。残念。見て、お尻フリフリ餃子を包んでる。かわいい。ビールないのか、残念。待っても待ってもまだ餃子が来ません。早く来ないかな。ということで、まだまだ餃子が来なさそうなのでコンビニに走りました。歩きながらビール、行儀が悪くてすいません。まだ餃子来てなかった。セーフ。そういえば突然なんですけど、スペシャル調味料持ってきたの忘れてました。からし、青じそ、キューピーマヨネーズです。来ました。プルプル熱々の水餃子。美味しそう。それではいただきます。まずはそのままで。もっちもちですっごく美味しいです。
もちろん酢醤油も美味しい。スペシャル調味料の青じそとキューピンマヨネーズとからしです。まずはマヨネーズから。やめた方がいいかな。お次は青じそ。塗ったくって青じそうまい。合う。最後にからしはどうかな。からしも合う。美味しい。青じそが一番美味しかったです。マヨネーズはやっちゃダメですね。帰る頃は満席で待ちができていました。突然なんですけど、バスを待ってる時からお手洗いに行きたくて、ビールなんか飲んじゃったから、なおさらでお手洗いを探します。ない、どこにもない。その辺にいるおばちゃんに話しかけて、トイレと言っても通じず、便所と言ったら通じて教えてもらいました。安心をしたところでデザートを食べに行きましょう。芋頭大王です。デザートはドーバにしました。トッピングはハトムギと芋頭です。それではいただきます。トーバは豆の味がしっかりザラザラタイプで硬さがありました。芋頭が甘くてねっとりで大変美味しかったです。こちらのシロップは私には甘すぎたかなという感じですが、芋が大変美味しかったです。大変気に入りました。またぜひ来たいと思います。それでは次に向かいましょう。このマイクロバスに乗り込みます。合っているかわからなかったけれども、運転手さんに聞いたら龍山寺に行くとのことで乗ってみます。運転手さんが大変親切で降りるところを教えるからここに座ってとのことで一番近くの席に座ります。谢谢你。ありがとう。ありがとう。谢谢。無事に龍山寺の駅に着きました。いつも誰かに助けられて心が温まる旅をしています。怪しい光見えてきました。お寺とか神社は午後や夜はあまり行かないようにしているのですが、龍山寺は勝手に大丈夫そうだと思うので潜入してみます。境内の中に入ったらとってもいい匂いがしました。お花のお供え物なのでしょうか。気がいいところはとてもいい匂いがします。龍山寺の近くにあるレンガ夜市に行ってみましょう。こちらのレンガ夜市はイージーカードが使える夜市でした。奇怪なものを発見しました。ドイツの高級車がどえらいことになっています。ミラクルタウン、台湾。毎日がお祭りで台湾が羨ましいです。日本にも夜市があればいいのになと思います。何か台湾らしいものを食べてみましょう。大好きなミンシ映画を20元です。辛口にしてみました。見た目はすごい地味なんですけれども、これすごく美味しいんです。豚の血を固めて作られたお餅、豚の血ケーキ。文字を見るとびっくりするんですけれども、血の味は全くしません。食感はもちもち、味はピーナッツとパクチーの味です。本日の最後の締めを食べに行きたいと思います。
ひときわ怪しい光を放つ葛西海観光夜市です。アーケードの奥の方にあるフルーツパーラーチンカです。メニュー表をスマホで撮ってそれを見せて注文。総合スイカ60元です。遅い時間にもかかわらず満席です。それではいただきます。こちらのフルーツは大変新鮮で本当に甘いんです。そして安い。急なんですけど、私だけ半袖でとっても元気です。台湾が暖かくて嬉しくて、ほぼ一日半袖で行動していました。後々これがあだとなります。ホテルに帰る前に買い物をします。ラッキー台湾のイージーカードガシガシ使わないと。台湾2日目はおしまいです。3日目に続きます。